今日も4人ということで、川端さんちょっと負担が楽になりましたね。そうですね。だいぶ。ということで、今日も型動画の方を進めていきたいと思います。本日のテーマはこちらです。半身半立ち片手取り四方投げですね。池谷さん、半身半立ちは得意ですか？苦手です。やっぱり苦手なものがありますか？はい。座り技はやっぱり難しいです。はい、半身半立ちと座り技はどちら？座り技よりは半身半立ち。はい。ということで、半身半立ちは四方投げしかないですよね。はい。ぜひ参考にしていただきたいと思います。まずはお手本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、半身半立ち片手取り手なんです。まずは側面から取らせる。もし相手が回って正面から取ってくるようでしたら、自分がさばいて必ず側面を取るところからスタートしてください。正面向かい合ってた場合、打ってこられた、蹴りをつけてこられた、止めたら上が、この位置関係ではとても自分の方が不利ですので、ポジション取りというか、もういい位置でですね。今この時点で重心崩しかけてます。で、踏み込みですね。で、十二分に回って、あとは裏ですね。私の頃裏あんまりやってなかったんですけど、昔はこれ鍛錬方法としてやってたんですけど、相手が押していきます、力を回避します、返った力をコントロール、相手の重心を浮かせます。で、この後自分の重心移動ですね。重心移動、これは、荷重というかこういうではなくて、重心が移動します。相手の重心にコンタクトすることができたら、重心を移動して持ってきましょう。もう一つ別の方法として取られます。転換が始まります。で、ここで足がぶつかって回れなくなりますので、軸足を移してさらに回転を続けると。一応この2パターンで、裏をやってますけども、他に先生によっていろんなやり方があるようなので、あくまでうちはこんなやり方やってますっていうことの参考程度で見ていただければと思います。はい、先生、初心者には難しいのかなと思うんですけど、特にやっぱりこう執行で回っていくっていうのがすごく難しいというイメージがありまして、どこをどう軸に回ったらいいのかなっていうのがいつもこう迷うところなんですけれども、どういう回り方がおすすめとかっていうのがあるんでしょうか？いわゆるその執行での方向転換がベースといいますか、こう執行してきましたと。で、軸足決めて、その軸足でこうやはり回るという方法と、いわゆる観音開きというんでしょうか、こっちが立った時にこちらが閉じると同時にこちらが開いて次に方向を変える。この2パターン、方向転換の練習をしてる、いいですかね。ちょっと投げが激しくなるのであんまりやりませんけど、ここで崩して入りました。で、こちらを閉じてこちらを開くというと、うわっ、ちょっときつめの投げで、これで方向転換で、現行おすすめしているのは、後ろの膝を軸にしてよく見かけるのが、出ました。すみません、崩しが出ない。ちゃんと崩しました。はい、出ました。で、ここで回るのが辛いので、
ついてしまって抜けてしまう、これでという方をよく見かけますですね。崩しました。これを軸に回ると抜けてしまわれる方が、本当おっしゃる通り、ここで向きを変える、回るというのがとても難しいので、出ました。ここで重心がこっちに移ってしまって、この足に向いてしまって、さあそこから力勝負で投げろっていうのがちょっと多いと思います。これが軸になって今とこの状態で、基本的にはうちのやり方の一つとして、表は一軸ですよ、最初のこの軸にしてずっと回ってくださいね。裏の場合はそれがもうちょっと面倒くさくなって、一度転換した後軸足が変わってまた回りますよっていう、本当おっしゃる通り、これで実行での方向転換を稽古しているんだ、個人的には。なるほどですね。ありがとうございます。はい、解説の方と質問の方を見ていただきましたけれども、先生、先ほど2本投げていただいて、1本目のちょっと厳しいやつは本当に折れるかと思ったんですが、結構きついというか、ちょっとやり方によっては危険だったでしょうね。そうですね、古いやり方になるのかなとは思いますけども、なるほどですね。はい、安全の方にも十分考慮していただいて、稽古の方をしていただければと思います。それでは今回のご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ちましたら、いいねボタン、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお願いします。ありがとうございました。